皆さんこんにちは。さて、今日の解説ではちょっと複雑。でも実はめちゃくちゃエキサイティングなテーマを取り上げますよ。ズバリ、動物実験を一切やらずに、台湾の厳格な新しい化粧品安全法規、いわゆる PIF 制度をどうやってクリアするかです。特に今回は、その中でも一番の難関になりやすい眼部刺激性試験にフォーカスしていきます。安全で、しかも倫理的な化粧品開発の最前線、早速一緒に紐解いていきましょう。まず皆さんにちょっと想像してみてほしいんです。今、台湾市場で化粧品を売ろうとしたとき、一番の壁になるものって何だと思いますか？画期的なマーケティング戦略？それとも流通ルートの開拓？実はそのどちらでもないんです。最大の壁は、新しく導入された製品情報ファイル、つまり PIF 制度の下で、この製品は絶対に安全ですということを科学的にしかも厳格に証明することなんですよね。今日の解説のロードマップはこんな感じです。1の台湾 IPS 制度の影響から始まって、動物実験の禁止、眼部刺激性とは何か、OECD が定める代替法、実際の安全評価ステップ、そして市場成功の鍵という順番で進めていきます。全体像がつかめたところで、どんどん本題に飛び込んでいきましょう。まずは、セクション1。台湾 PIF 制度の影響、安全性の新時代についてです。台湾は今、化粧品の安全基準をこれまでとは比べ物にならないくらいぐっと引き上げている真っ最中なんです。台湾 FDA が出している公式のガイドラインを見ても明らかなんですが、PITF の作成は台湾市場に参入するすべてのブランドにとってもはやできればやった方がいいレベルではなく、避けて通れない絶対条件になっているんですよ。で、スケジュールなんですが、正直あまりのんびりしていられません。特定用途化粧品については、なんと2024年の7月からすでにルールが始まっちゃってるんです。次に来るのが2025年7月。ここはベビー用品とかアイメイク、リップなんかが対象になります。そして2026年7月には一般化粧品すべてに義務付けられます。いやー、時計の針は確実にチクタクと進んでいるんですよね。この PIF には製品の基本情報とか品質データとか全部で16個の必須要件があるんです。でも多くの企業が頭を抱えてつまずくポイントって実は2つの項目に集中しているんです。それが成分の毒性データを出す第10項と製品の安全性評価そのものである第16項です。ここめちゃくちゃ専門的でハードルが高いんですよね。ここで特に強調しておきたいのが、この16という数字です。第16項の製品安全性データって、ただ自社で書類を作ればいいわけじゃないんです。きちんと定められた資格を持つ安全性評価者のサインが絶対に必要になります。彼らがあなたの製品を世に出していいかどうかを決める、言ってみれば最終ゲートキーパーになるわけです。続いて、セクション2、動物実験の禁止。厳格な法的障壁について見ていきましょう。ここで企業に立ちはだかる巨大な壁、それが動物実験の禁止です。一昔前はウサギなどの生きた動物を使ったテストが当たり前に行われていましたが、台湾では2019年から完全にアウト、全面禁止になっています。じゃあどうやって安全性を証明するのか。細胞を使うインビトロ、つまり試験管内のテストやコンピューターシミュレーションなんかのクルエルティフリーなデータが今の時代絶対に必要なんです。ではセクション3。そもそも眼刺激性とは何か、危害の定義についてです。動物を使わずに万が一シャンプーが目に入った時のダメージをどう科学的に測るのか。台湾のルールでは危害のレベルは大きく2つに分けられます。カテゴリー1は重篤な眼損傷。これは目の組織が元に戻らない取り返しのつかないダメージのことです。対してカテゴリー2は眼刺激性。こちらは時間が経てば回復する炎症反応のことですね。この回復するかしないかという明確な違いが全ての安全性評価の土台になってくるんです。ここからが本題ですね。セクション4、OECD 代替試験法という科学的な解決策です。生きた動物を使えないなら一体どうやって分類するのって思いますよね。その答えが世界標準の OECD ガイドラインにあります。例えば TG437 の B キーポックとか TG438 の ICE という方法。これちょっと驚くかもしれませんが、食肉加工の過程で出る
牛や鳥の摘出眼を再利用するんです。これなら、新しく動物を犠牲にすることなく、かなり正確なデータが取れるんですよ。でも、ここで一番注目してほしいのが TG492、通称 RHCE モデルです。これ本当に現代科学の魔法みたいなものでして、なんと人間の角膜の細胞を研究室でそっくりそのまま立体的に培養しちゃうんです。動物を一切苦しめない毒のか、より人間に近い高精度のデータが取れちゃうなんて画期的だと思いませんか？さあ、実践編に行きましょう。セクション5、安全性評価の手順、コンプライアンスのフローです。じゃあ実際に、ブランド側はどう動けばいいのか。台湾のガイドラインには、無駄なテストを徹底的に省くための、とってもロジカルなフローチャートが用意されています。これに従えば、迷うことなく評価を進められるんです。その手順すっごく合理的ですよ。ステップ1、まずは製品の pH 値をチェックします。極端な酸性やアルカリ性ならもうその時点で評価免除になることもあります。ステップ2、使える過去のデータや文献がないか徹底的に探す。それでも足りないとなって初めてステップ3のインビトロ代替テストを実施します。どうしても動物実験が必要かもというときは最後の最後、ステップ4で主管機関にお伺いを立てる。こういう無駄のない流れになっているんですね。いよいよ最後です。セクション6、市場成功の鍵、総まとめに入ります。台湾のガイドラインには、こんな大切な理念が書かれています。動物福祉を最優先し、既存のデータやテスト以外の情報をフル活用して、無駄な重複試験を避けること。そう、これは単なる法律とかコンプライアンスの話じゃないんです。倫理的なイノベーションと私たち消費者の安全、その両方をどうやって高い次元で両立させていくかというすごく前向きなメッセージなんですよね。さて、最後に皆さんにちょっとお聞きします。あなたのブランドの製品は動物をたった一匹も犠牲にすることなく、その安全性を胸を張って完璧に証明する準備できていますか？台湾の新しい PIF 制度はもう待ってくれません。これを機に、ぜひご自身の製品の評価フローを見直してみてくださいね。今日の解説はここまでです。皆さんの素晴らしい製品が安全で、そして倫理的な形で世界に羽ばたくことを応援しています。